それでは、時間になりましたので、Ask the Expert セッション Azure のデータと分析サービスについて始めさせていただきます。日本マイクロソフトのクラウドソリューションアーキテクト中里です。最初にですね、少しガイダンスと、今回の Ask the Expert の、スピーカーの自己紹介をさせていただいて、そこから Q&A に移らせていただきます。ということで、まずガイダンスからですね。Ask the Expert の流れなんですけれども、皆さん今 Teams で入っていただいてて、チャットのウィンドウは使える状態になっているはずですので、質問を、この後チャットで投稿いただくと。で、その質問について順番に、口頭で回答させていただくという流れで進めます。で、お願い事項いくつかございまして、まずこのセッション、録画がされます。で、後日オンデマンド動画として、公開されます。で、またですね、マイクロソフトのデジタルイベントの行動規範について、遵守いただくようお願いします。チャットウィンドウにですね、日本語でその行動規範が貼られてますので、お目通しいただければと思います。大体の内容としては、スパムとか差別的な投稿の内容の投稿は禁止というふうな内容ですね。で、Ask the Expert のスピーカー、3人おります。1人ずつ自己紹介をさせてください。私は中里博之です。日本マイクロソフトのクラウドソリューションアーキテクトで、データと分析を専門領域としています。まあ、ラブスって書いてて、好きなサービスを3つぐらいそれぞれ書いてるんですが、私はデータブリックス、データファクトリー、コスモス DB みたいな、大規模なデータの処理とか、ノーエスケールのサービスを割と好んで使っています。では、高橋さん、次お願いします。はい、中里の、同僚で同じくクラウドソリューションアーキテクトデータ AI の高橋と申します。私の、好きな、Azure のサービスは、ここに書かれている通りで、結構オープンソース系に、自分の強みはあるかなと思っております。あと、AI 系ですね。はい、よろしくお願いします。はい、2人の同じく同僚です。太田智之と申します。クラウドソリューションアーキテクト、特にデータアナリティクスのエリアの専門家になります。で、私のキャリア上、ずっとデータベースをやってきたので、ラブに置かしていただいているのも SQL データベース、シナプスと、あともう一つはやっぱりデータ貯めただけじゃなくて、活用をアシストしていこうっていうコンセプトのパービュー、これを3つ挙げさせていただいております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、今回の Ask the Expert のカバー範囲ですね。タイトルの通りですね、データと、分析に関するような、ここに挙げているようなサービス群について、ご質問いただいてお答えしていこうと思います。はい。で、Power BI とか Azure ML は一応アイコンとして載せて、で、ある程度知ってはいるものの、はい、ベストエフォートでできる限りご回答させていただくというものになってます。はい、ここまでがガイダンスでした。ではですね、早速、質問がございましたら、ぜひですね、チャットウィンドウの方に、ご投稿をお願いできればと思います。はい、お気軽に、もう何でも聞きたいことがあれば、今回の例えばそうですね、ビルド2022のアップデートにご興味があるとか、あるいはその普段から、Azure をお使いで、お悩みとかお困りのこととか、本当にデータ分析に関することなら何でも大丈夫ですので、お気軽にどうぞ。ちょっと来るのを待ちつつ、はい。なかなかそうですよね。いきなりバーって書くのも大変ですからね。例えば、今回のそのビルド2022のアップデートの中で、僕は一番やっぱり SQL サーバー2022のこうパブリックプレビューがいいなっていう思うアップデートの一つだったんですけど、例えば、いきなり振りますけど、太田さんとか高橋さんとかは、どの辺が注目ポイントでしたか？どうしましょう。あ、えっと、はい、じゃあ、太田さん。そうですね、私、さっきデータベースが好きだっていう話させていただいて、SQL サーバーも当然ずっとやってきたので、2022の、パブリックプレビューは、すごく、興奮してますが、あえてそれ以外っていうと、うん。やっぱり Cosmos DB、結構大型のアップデートというか、どちらかというと、こう地道な改善のアップデートだったと思うんですけども、やっぱり Cosmos DB ってパーティションの設計ってすごく難しい。一つ、なんだろうな、うまく使いこなす上では、理解をちゃんとして
いなきゃいけないポイントだと思うんですが、その使い勝手を良くするための、機能がいくつか、出てきたのがすごく注目というか、これすごいなと思ってます。名前だけ挙げさせていただくと、パーティション間のスループットを再分散する機能であったりとか、うん。あと階層パーティションキー、これらが、今回まだプレビューですけども、こういったことができるようになりましたよっていう発表があったところ、そこがはい、一番グッときてます。そうですよね、確かに。結構本当コスモス DB 多かったですね。そうか、うん。階層パーティションキーは、はい、なんだろう、ニュースは先に出てて、本当にみんなが待ち望んでたやつなので、うん、嬉しいですね。うん。はい。そうですね、パーティション間のスループット再分散もね、これすごいですね、もかなり、こんなので、はい。はい、面白いですね。高橋さんいかがですか？私はですね、オート ML が、NLP に対応しましたと。まあ、プレビューなあんですけれども、これはめちゃくちゃ興奮してます。あ、まあ、Azure マシンラーニングですかね。そうですね、Azure ML の、オート ML が、NLP に対応して、まあ、形態解析を含む、いくつかの、うん。推論が、できるようになりましたと。去年ですね、GPT-3 が、使えるようになって、まあ、その成果なのかなと思うんですけれども、なんか、そうですね、オート ML って、なんだろうな、まあ、結局、あのなんていうか、まあ、アルゴリズムとか、特に考えずに、オート ML 使えば、まあ、結構結果が出てくるということで、すごい便利ですし、アルゴリズムとか理解している人にとっても、まあ、初期の、なんか分析、ちょっと一発試してみようみたいなことをやるのに、非常に、素早く、結果が出せて、で、それが、まあ、ヒントになるということで、すごく便利なツールなんですけども、ま結構まあできることって限られてたんですが、まあ、今回NLP 対応ということで、なんかすごい、こう、なんか未来が広がってる感じがしてワクワクしますね。うん。確かに。はい。Azure ML のオート ML って今まで何が対応してたんでしたっけ？うん今までは、まあ、数値系の、タビュラーテーブルデータに対応してました。あと画像ですかね。あ、画像もか。そっか。それはい。で自然言語もか。で、自すごい然言語も。ですね。で、オーはい。ト ML だから、基本的には GUI でクリックうん。をポチポチってやっていくことそうでって感じですよね。そうですね。ああ、すごいな、自然言語。日本語もいけるのかな？日本まだ見語いけますよ。てないんですけど。いけまあ、本当です。すか。そっか、はい。携帯まあ、素解析っておっしゃってましたもんね。一応、いくつかの言語はその専用、まあ、英語を含む、いくつかの言語は専用の、モデルがあるんだけど、なんか汎用的な、マルチランゲージのモデルっていうのがあって、それは、あらゆる言語に対応してます。なるほど。素晴らしいですね。そろそろと思ったけど、まだ来てないですね、質問は。まあ、なかなか、本当にお気軽に、はい、ぜひ質問ください。まあ、なければ、ずっとこんな感じで雑談をしてるかもしれないんですけど、はい。あとそうですね、私、昨日セッションさせていただいて、SQL サーバー2022とかAzure Synapse Analytics の話をして、Synapse Link for、Microsoft SQL のプレビュー、もう一応お話ししたんですよね。で、私のセッション、収録だったもんで、2週間前ぐらいにやったんですけど、その時点だとまだ、Synapse Link for SQL サーバー2022のアーキテクチャーズは入手できてて、Synapse Link for、SQL データベースの方うんはまだだっうんうん。たんですよね。で、だいぶでも、あの、なんだろう、Synapse Link for SQL データベースはかなりシンプルに、本当に Synapse Link が使えそうな感じですよね。太田さんが確かセッションを見られてましたかね？そうですね。オンプレの SQL サーバーをターゲットとしたシナプスリンクの場合には、エージェントに相当するようなセルフホステッドランタイムっていう機構を、まあ、VM 上のエージェントを用意する必要があるんですが、SQL データベースがターゲットになる場合には、それらはいらない。なので、うん。ランディングゾーンになるデータレイクとだけがあればいいと。あとは構成うん。をしてあげるっていううんだけでいいっうんうん。て感じですね。そうはい、シンプですよね。ルですね。簡単にできる。
SQL サーバー2022の場合だと、そのランディングゾーンって、一応ユーザーが管理するデータレイクストレージをこう指定してたけど、4SQL データベースの場合ってそこは指定しなくてよくなるんですっけ？構成上のオペレーションはちょっと、未確認なんですけど、はい。ランディングゾーンとしてのデータレイクが必要だっていう点では一緒あ、かなと、そうなんだ。はい、理なるほ解してます。どなるほど。はい。でも、セルフホステッド統合ランタイム、つまりだから Windows VM とか Windows サーバーが、うん、いらなくなるというか、いらなくなる。なくても使そうですね。えるんですね。はい。あ、それはかなり気軽に使えますね。ある意味、お、そうですね、エージェントもマネージドになるのが、パースを使った時のシナプスリンクですね。なるほど。質問いただきましたね、1件。Azure お ML の NLP、オート ML について、日本語データを使用したチュートリアルなどございましたら、ご紹介いただけないでしょうかってあるんですが、高橋さん何かご存知だったりします？探します。探しはい。てチャット欄にあれば貼ろうと思います。なかったらごめんなさい。ありませんと回答したいと思います。すいません。ちょっとおはい。時間ください。いえいえいえ。日本語そうですよね。データばっかりなんであんまり押さえてないですよ。チュートリアルとか。ありがとうございます。やっぱりそうですよね。この辺興味ありますよね。確かにな。ドキュメントを貼るんだけど、チュートリアルというか、ドキュメントの操作方法ガイドは、この間に少しだけ、私、SQL データベース、SQL サーバーが、好きなので、今回のアップデートも、いろいろ面白いなと思って見ていたうちの、やっぱり一つ、これもさっきみたいに地道な話なんですけども、データベースの性能ってやっぱりオプティマイザーが一つどれだけ頭がいいかっていうところが重要になると思うんですけど、そのオプティマイザーに、インテリジェンスを持たせてるのが SQL サーバーで、最近バージョンが上がるごとにそのインテリジェンス度合いが増してるんですが、今回の2022も当然これインテリジェントクエリプロセッシングっていうキーああ、ワードの領域の話なんですが、当然改善が入ってきていて、やっぱりうん。未だにこう、SQL サーバーって基本オンプレミス用ではあるんですが、ちゃんとデータベースを改善させてるっていうところが、なんですかね、言い方手前味噌かもしれないですけど、すごく真摯に感じてます。うんうなので、んう SQL ん。サーバーがなるほ好きっていうのどですね。がありますね。ありがとうございます。そうですね、2つ今の間に質問がいただいてて、えっ1つ目がシナプスのロールに関するところですね。シナプスは組み込みのロールだと細かく制御ができず、シナプススタジオでシナプスの RBAC を使うことになると思います。ユーザーにはシナプス関連のフル権限を付与して、参照させたくないネットワーク部分など、設定だけノットアクションできないかを悩んでいます。良い方法はありますでしょうかっていうことですね。あ、なるほど。この辺何か、ちょっと私、パッと出てこないんですけど、お二人ありますかね？そうだな。そうですね、ご質問の意図が、シナプススタジオ上での、もう少し、シナプスロール以外の細かい、制御がしたいっていうことだというふうに理解うん。するんですが、今んとこ、そうですね、組み込みロール、シナプスの組み込みロール以外は、カスタムロールっていうのはないんじゃないかなと思うので、うん。今時点はそうですね、これ難しいんじゃないかなっていうのが、はい、私は思うんですが。そうですね。ちょっと今の間で、もしアクセス制御とかを私も見てみて、何かサジェストがあれば、このセッションの中でお答えしようと思います。そうですね。はい。そうだな。やっぱりでも組み込みのロールをうまくこうユーザーとかグループとかにアサインいただいてやるんだろうなと思うんですけど、はい。っていうのが、ちょっとここは一旦後回しというか、その何かいいものが出てきたらご回答させていただきます。もう一つですね、マイクロソフト Power BI について教えてください。
Azure 上に収集されたデータだけでなく、収集する前のデータ、例えば、工場内の装置からどのようなデータがどういった形式で取得できるかなどに対する管理にも使えるサービスなのでしょうか。これはいい質問ですね。太田さん、お答えいただけたりしますか？はい、ちょっと待ってくださいね。今、探してて、ちょっと、もう一回あ確認しますね。はい。Purview は、要はなんていうか、Azure だなるほど。けじゃなくて、そうですね。ありがとうございます。そうですね。いい質問をいただきありがとうございます。当然 Azure 上のターゲットだけではなくて、マルチクラウド、もしくはハイブリッドクラウド、つまりオンプレミスですね、のデータソース、いろんなものに手が届きます、Purview は。で、これらは、逐一改善というか、ターゲットが増えているので、あの、そうですね。はい、いろいろつながります。他社クラウド、オンプレミス。はい。そうですね。よく、例えば SQL サーバーとか、Oracle とか、Postgre とかもそうですけど、オンプレミスでこう動かしているケースがあったりすると思うんですが、そういったものにも Purview はデフォルトでコネクタ対応しててつながりますね。はい。うん。で、もしネットワーク的にその、データソースがプライベート IP アドレスベースの場所にあったとしても、Purview 側にですね、セルフホステッド統合ランタイムという仕組みがあって、要は、Windows のサーバーにインストールするタイプのソフトウェアなんですけど、そこがこう、アクセスを仲介してくれて、データソースをこうパブリック IP にさらすことなく、でも Purview 側でスキャンして認識させるということができます。ありがとうございます。高橋さんが貼ってくれてますね。ありがとうございます。そうですね。ちょっとチャットは画面上に出ないと思うので、解説しますが、日本語データを利用した、AutoML の、NLP のチュートリアルは、ちょっと現状、ないようですので、出てくるのをちょっと楽しみにお待ちいただければと思います。ありがとうございます。もう一つ質問が新しくいただいてますね。マネージドのサービスで SKU を変更した場合、ダウンタイム発生しますか？SQL サービスのダウングレードをした場合などです。これは SQL データベースでいいんですかね、きっとね。結構サービスによるとか、変更元と変更先が何かによったりするので、一概にこうってお答えできるようなものがないんですけど、例えば僕が好きな Cosmos DB とかは、SKU に相当するものが、RU、リクエストユニットっていうものなんですけど、それはもうダウンタイムなしで、切り替えられますね。上げたり下げたりできるので、例えばなんだろうな。すごいたくさん使うような時間帯があらかじめ分かっているケースだと、そこでこう RU を上げて、夜のこうあんま使われてない時間は、落とすみたいなのをダウンタイムなしで切り替えたりできますね。例えば何がいいかな。何かそういった例をこうお二人適当にというか、思いつくものを話していただいてもいいです？太田さんなんかあったりします？そうですね。例えば、これ SQL データベースであれば、SQL の変更は、ダウンタイムというか、そうですね、インスタンスの再起動が伴いますね。あと、なんだっけ、シナプスのそのデータウェアハウス相当の機能である専用 SQL プールの場合だと、どうでしたっけ？専用 SQL プールも同じく、はい、SKU というか、DW か、をうん、変更するタイミングで、再起動起きますね。うんうん。はい。そうですよね。走ってるクエリは、だから、もしクエリが走ってたらキャンセルされる感じですよね。はい。他はいかがでしょうか？あればお気軽にぜひお願いします。そうですね。そうか。うん。で、最初のシナプスのロールのやつを見てるんですけど、フル権限を与えつつ、一部操作をデナイしたいっていうことが、今のロールの割り当てだとちょっとできなさそうなんですよね。からやっぱり、そうだよな、今だとやらせたい
許可したい、ロールをこうアサインしていって、やらせたくないものはアサインしないっていう、権限設計になりそうですね。サービス時間かい。はい。そうですね、確かに。残り10分ほどになってきましたね。全然お気軽に、はい、ご質問ください。はい、そうですね。シナプスロールの件ありがとうございます。難しいところですね。はい。ちょっとこの件が、すぐに何て言うんでしょう、実装されるかどうかわからないんですけれども、やっぱりこういった要望は、製品チームに届けていって、量が多いもの、グローバルで見て、そういうものは実装されていくと思いますので、はい、ぜひフィードバックのパスはいろいろあると思うので、ぜひフィードバックをいただいたり、はい、私たちの方でも認識をしておこうと思います。どうもありがとうございます。そうですね。ヤンさんが書いてくださってますね。私たちの同僚のアーキテクトのヤンが、チャットに書いてくれているより、SQL のこれは MI はマネージドインスタンスですね、の、SKU を変更する場合、確かに、はい、時間かかってしまう可能性があるので、その場合はぜひ計画した上でオペレーションを操作くださいということでした。はい。いくつかSQL、Azure SQL ってその Azure 上で稼働いただく際には、お選びいただけるオプションがいくつかあって、マネージドインスタンスっていうその SQL サーバーのほとんどフル機能が使えるけど、パースっていうようなものがあるんですね。それをお使いの場合は、こういった、注意というか、考慮が必要というところですね。SQL データベースの場合だと、やっぱダウンタイム出るんですけど、この MI に比べると、ずいぶん早く、そのなんでしょう、切り替えは行えるものになりますね。はい。新しい質問いただきましたね。読み上げますと、社内のデータをシナプスアナリティクスに収集し、分析、集計、結果をデータマートとして、社内の一般ユーザー向けに公開しようとしています。はいはい。Power BI などで、見える化することを想定しています。データマートを置くサービスとして、は何が適しているでしょうか。シナプスアナリティクス内、Azure SQL その他ということですね。えっここはケースバイケースで、例えばもう Power BI をお使いであれば、Power BI のデータセットっていう機能があってですね、そこにデータマート的なデータを保持していただくことができたりしますので、それがアプローチの一つだったりしますね。あるいは、場合によってはそのシナプスとその Power BI の間に、そういった、なんでしょう、SQL データベースのようなデータベースを置いて、そこにマート的な役割を持たせるっていうようなお客様もいらっしゃったりします。ここ何か、なんだろうな、ガイダンスみたいなのってご案内できるようなものってありますかね？この場合はこうとか、あの場合はどうとか。そうですね、やっぱりケースバイケースだと思うんですが、例えば、ここに書いていただいているシナプスアナリティクスは、あもう少し厳密に言うと、デディケーテッド SQL っていうデータウェアハウスだと思うんですが、もしくは Azure SQL、これはAzure SQL データベースを指していると思うんですけども、それぞれやっぱり適材適所っていうのがあって、うん、シナプスの場合には、基本的にはオラップ、分析のワークロードが得意なデータベース。で、一方で、Azure SQL データベースは、オンライントランザクションが得意なデータベースだったりするので、分析用途で使うっていう意味では、この2つの2択であれば、アナリティクシナプスがより良いかもしれないです。ただし、例えばそんなに大きくないサイズのものであれば、SQL データベースっていうのも選択肢になりますし、SQL データベースは、行ストアではなくて、
オラップに適切なデータモデルである列ストアにもサポートしているので、SQL データベース上で列ストアを使っていただいて、それをマートに使うっていうやり方も全然ありだと思います。はい。ありがとうございます。そうですね。シナプスの専用 SQL プールは、太田が言ったようにですね、オーラップ向けなので、どっちかというと、スループットに最適化されてるんですよね。で、一方で、なんだろうな、小規模な小さいクエリがたくさん来るようなケースっていうのは、どちらかというと SQL データベースとかの方が向いてたりするので、その使い分けをしていただくと良さそうかなと思います。はい。そうだな。一般的な話だけど、あれあるかな、役に立つか分かんないですけど、一応Azure のアーキテクチャセンターの中で、データストアの選択っていうフローチャートがあって、ちょっとこれにスペシフィックな話じゃないですけど、データストアをいつどういう時に選ぶかっていうものの参考になるようなものは、ちょっとチャットウィンドウに貼らせていただきますね。残りが、4分ほどになってきたので、あと1つかな、2つかなぐらいはお答えできそうですね。あ、はい。えっとそうですね。フィードバックは重要ですっていうタイトルで、今チャットに、書いていただいているように、後でもまたご案内するんですけど、はい、この URL、aka.ms Microsoft Build Evals っていう、URL ですね、アクセスいただいて、このセッションの評価とかフィードバックを後ほどいただけると大変ありがたいですね。そう、私貼ったデータストアのディシジョンツリー、ちょっと、本当はこれ、ちゃんとフローチャートが載ってるんですけど、ちょっと日本語のドックスが一時的に化けてしまっているようでですね、ちょっと英語のサイトに切り替えていただくと、見えるようになります。ちょっと一瞬画面共有できるかな。これ見えてるのかな。見てます。ドックス、こんな感じで日本語が出て、ここがちょっと化けちゃってるんですけど、英語にですね、簡単にこの地球儀っぽいマークから切り替えてもらえるんですね。で、そうすると、こんな形で、どういう時にどのデータスタを選ぶかっていうものの、結構長めなフローチャートが、見えます。はい。で、その下にいろんな説明書きがてか横か、付随する説明書きのドキュメントがあったりするので、そういうものは日本語で見ていただければ分かりやすいかなと思います。はい。結構このアーキテクチャセンターですね、うん、充実しているので、はい、確かに。ぜひってことですね。こういうユース私もちょっケースで、とリンクを貼ろうかなと。あ、パワー BI とシナプスをキーワードに検索した、アーキテクチャセンターの検索結果貼っておきましたので、ちょっとここからなんかヒントが得られるかもしれません。はい、ありがとうございます。これ最後、一問だけ、運用の人向けにこれやっちゃダメよ的な、アンチパターンってことですかね、があれば、サービスにこだわらずってことですよね。これすごいいろいろあると思うんですけど、僕よく聞くのが、塩漬けしたいみたいな話をよく聞くんですよね。なんでしょう、いろんなソフトウェアとかもののバージョンを変えずに塩漬けしたいみたいなものがあったりするんですけど、なかなか難しいっておかしいな。やっぱりクラウドの良さを生かしていただいて、いろんな新しいものをぜひ使っていただくのが、セキュリティ面で見たときも良かったりするので、はい、そういうところがよくご案内しますかね。すいません、ちょっとまとまりがない感じでなっちゃいましたが。はい、すいません。残りがですね、1分ほどになったので、最後また、はい。
最後の内容ですね。はい、ありがとうございましたということで、フィードバックとセッションの評価にぜひね、ご協力をいただければというふうに思います。はい。また、この時間だけで全然こう質問、なかなかお答えしきれなかったとか、しにくかったものもあるかもしれないんですけど、こういったイベントですとか、身の回りのもしマイクロソフトのメンバーがいるようでしたら、ぜひお気軽にお声掛けをいただければというふうに思います。はい、30分間、短い時間でしたが、どうもありがとうございました。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 では、これで録画自体はもう少しで終わりですかね。